せーの、ニコハウチャンネルのみーたんです。ありです。イエーイということで、今日の動画は、みーたんが FNC キングダム2023年に行ってきたので、それのレポしたいと思います。昨日、お疲れ、お疲れ、はいお疲れ。昨日でございます。キングダムってさ、うん。昨日と今日の2日間だった？そう、2日間やってて、みーたんはちょっとね、初日しか今回行けてなくて、ちょっと2日目は行けないのがちょっと残念なんですけど、でも、エンジョイしてきたので、ちょっと初日のね、レポをがっつりしたいと思います。あれだよね、キングダムってファミリーコンサートなんだよね。そう。FNC のFNC エンターテインメントのファミリーコンサートで、夏ぐらいに上げたバンドキングダムっていうのがあって、まあそれと似たような感じなんだけど、バンドキングダムはまあもちろん名前の通りバンドだけなんだけそういうど、ことか。FNC キングダムっていうのは、まあFNC にアイドルグループもいて、その、チリブレとか、SF9 だったりとか、あと最近私たちがリアクション動画を撮った Emperor's and One とかも、そこだけ発音いい。OK。聞いてきたんで昨日、はい。 Emperor's 本人たちから、はい、聞いてきましたんで。っていうのがいて、まあそれのね、全員が出てくる、まあコンサートっていう感じで。なるほどね。FNC のコンサート、ファミリーコンサートって他の事務所もファミリーコンサートやってるけど、やっぱ違うなっていうのはバンドとアイドルがいるっていうのがやっぱ特色で、そっか。だからこうなんだバンドのメンバーたちでこうコラボもやったり、あとはバンドメンバーとアイドルの人たちでコラボやったりっていうのもあるから、そこは他の事務所とはやっぱちょっと違うかなっていうところ。今回席はどうだった？てか場所は、幕張の、90番ホールっていう、ちょっと奥の方なんですけど、席はね、ちょっと正直、よくなかったと言えばあれなんですけど、みんなキングダム席、一般席とキングダム席っていうのがあって、キングダム席が、まあちょっと前方の方っていうのがあるんですけど、まあ、一応ね、そのセンターの花道というか、があるんですけど、そこのブロックのもうちょっと後ろの方で、でもセンターブロックに来れば、まあ肉眼でメンバーっていうか顔とかも全然見えるっていう距離。じゃあ結構見れたね。っていう感じで、ただやっぱバンドとかだと前の方に集中しちゃったりとか、確かにね。そう、前の方に、ステージでやっちゃってるから、あとちょっと端の方だと右側だったから、結構端まで来てくれるっていうアーティストがちょっと実は少なくて、それでね、ちょっと、まあ、見える見えないっていうのはちょっとパフォーマンスによってあったかなっていう感じ。そうバンドとかね、前の方に来てるからね。でも、ちょっとね、私たちの動画見てる人は結構ボイスの方々だったりとか、結構長年のね、ファンの方が多いかなと思うんですけど、キングダム席に行くと、毎年オリジナルグッズももらえるんですよ。そうなんだ。ちょっとだけ紹介します。はい。こういうのが席にかわいい置かれてて、でこの中にペンライトは一般席の人ももらえるんですよ。これペンライト今年の。俺さ、席に置かれてると広いんじゃん。そう。これね、これどういうやつ？ベルトになってるやつで、まあ一応各グループのカラーが出る。で、今回がね、ザ・グレイティスト賞っていうテーマだったんで、そう書いてます。で、あとこう、チラシみたいなのがこう入ってるっていう感じ。かわいい。これちょっと後で見ながら喋る。確かに。あとグッズとか紹介で。かわいい。グッズね。はい。やっぱメンバーが多いから、グループが多いから、すっごい量だね。そう。缶バッジとか。缶バッジすごい量。で、あと、そのさっき言ってたキングダム席の人だけに配られるグッズ。これ毎年いろいろ変わるの。で、今年はちょっと全然開けるんですけど、あれ、結婚式でもらえるあれなんだっけ？タンブラー。あれみたい。なんだっけ？引き出物？そう。じゃーん。かわいい。これがね、今回のキングダムの、まあ、キングダム席を購入した人がもらえるグッズですね。これは一般席だともらえないです。使えるね。使える。なんかね、ちょっとね、前はね、カレンダーとかだったの。卓上カレンダーとか。まあ、それも使えるんだけど、これ嬉しいね。こっちの方がちょっとミーター的には嬉しい。卓上とかちょっと来客の時にちょっと、結構がっつりメンバーの顔入ってたんで。それはそうアリとかがさ家に来て、見てても、まあミータンファンだしってわかるけど、ちょっとわからない人が来ちゃうとちょっとあれだなっていうのがあって、
今完全に会社を想定してる。そう。あとミータンはこの T シャツを着ました。これ前私たちのゼップツアー行った時に買ったよって言ったんですけど、あの時時期がまだ暑すぎて長袖ちょっと辛くって着れなかったの。そうでこの間プレジャーコンサートの時新しい T シャツ買ってたからこれちょっと着てなかったんでちょっとこれっちにしました。かわいい。でこのロゴやっぱかわいいね。それでなんかどういう順番で出てくるの、そのバンドとアイドルたちって。基本、キングダムはやっぱ、FTR と CN が、まあ、いわゆる二大巨頭というか感じだから、まあ、初日と2日目でおそらく毎回鳥とオープニングが変わるんですよ。で昨日初日は FTR が、一番オープニングで出てきて、トップバッターで出てきて、もうね本気がすごいの、服装が。なんかもう毛っていうのなんかモコモコじゃないけどすっごいもう水色のやつをしてて、水色のモコモコ、そうモコモコのすごいファーみたいな、ファーのなんかコートみたいな着てて、暑い暑いって言って、多分ファーのコートだから毛がめっちゃ飛ぶのよ、動くごとに。もうすごいちょっとねこうやってやってて、でなんかもうこのファーやばいね、暑いとか途中で言って、そうでみんなが脱いでみたいな、もうしょっぱなですよ、脱いでっていう、で脱いだらちょっとエロいみたいな、タンクトップエロいってすぐ隠してたけど、中はタンクトップなんだ。そうすっごい微妙なラインじゃん。そうまあ結局来たんですけど、っていう感じで FT が最初で出てきて、あとねちょっと FT の場合これちょっとあれなんですけど、ドラムのみなりくんがちょっと先日離婚をしまして、そうなの。まあ本気にいじられてましたね。最近なんだ。最近本当にちょっと前に発表。そうなんだ。そっかそっか。そういじられるくらいハッピーなんだね。まあそんな悲しいあれにしてもっていう感じだったと思うから、まあちょっとっていう感じだったんですけど、まあちょっと日プの話題とかも実は本気先生くれたりとかしてて、昨日やもんな、ファイナル。そう、ちょっと先に FT の話からしちゃったけど、まあちょっとバンドグループを今からまとめて紹介しようと思うんだけど、まあその後にまあ N フライング先輩がいるわけですね。先輩ってわけじゃないけど FT からしたら後輩なんだけどN フライングが出てきて、完全に視点がさもうエンパーズ&ワンになってるでしょ。N フラ出てきて、はい、N フラ出てきて、N フラもめっちゃ良かった。昨日ねミーターの実は友達も参戦してて、席は違う席だったんですけど、N フラをちょっと見たいって言って来たんですけど、呼吸し忘れたって言ってました。そんぐらい N フラすごいそうやばくて、で N フラはね今楽器メンバーというか、入隊中で、そうなんだ。楽器はねサポートメンバーの方がやってて、ボーカル2人がねやってるんですけど、そうか言ってたね。だけどもう全然そんなのもう分かんないぐらい、もう N フラのステージというか感じがして、もうめちゃめちゃ良かった。強いんだその2人ボーカルで N フラ2人は他のメンバーというか他のグループのメンバーともコラボをやってて、そうちょっと韓国の曲だったと思うんだけど、ロック系の曲と、あとねチェリーブレッドのメンバーの子と366日 HY さんのをコラボしてたりとか、360大好きをやってて、いやもうめっちゃ良かった。そう N フラめっちゃ良かったです。でそして我らバンドチームの万年ハイハイユニコーンハパユちゃんですよ。ハパユちゃん、いや可愛かった。今回は可愛かった。いや可愛かったっていうか、前回ちょっとチャラかったけど、今回テミン君全然普通普通って言い方ごめんなさい、違うんですよ。チャラかったっていうことに対して、私がチャラいって言ってたのがテミン君。そう今回普通なんだ。普通というか、まあなんか最初のイメージに戻ったと思う。爽やかなイケメン君っていう感じだったと思う。そう前回エグかったよね。さすがすごかった気がする。毎回ハパユちゃんを言ってる時に言ってると思うけど、ミン君がなんかドラマの人、カメラマンに愛されてるのか、その彼がうまいのか、うまいのかなんですけど、カメラが来たらすぐにウィンクするとか、カメラが来たらすぐにこう首みたいなかしげてたりとか、なんかタイミングがすごいの。なんか来るの分かっててやってるのか、カメラマンに愛されすぎてずっとカメラマンが映してるのか、そのカメラのスイッチャーの方がうまいだけなのか分かんないけど、すごいの。
もうやばいそういうとと思う。ころになんか持っていかれるよね。やばい。そうでハパユちゃんたちもコラボをやってて、ハパユちゃんはそれこそアイドルグループの、SF9 っていうグループがあるんですけど、そこのグッドガイっていう曲があって、それをバンドで披露して、途中で SF9 のメンバー1人が出てきて、ちょっと歌とダンスでコラボっていう感じがあったりとかしてて、いいね、そういうコラボたくさんあるの。でもなんか緊張しててさ、なんかなんか先輩が真ん中立ってるのにいきなりなんかハイファイユニコーンですって挨拶し始めて、先輩もどうしようみたいなSF9 ですみたいないやだから先になんか私的にはなんか、先輩ありがとうございました、SF9 の先輩でしたみたいな感じで送り届けてからハイファイユニコーンですっていうのかと思ったら先輩真ん中にいながらハイファイユニコーンですって挨拶し始めるからかわいいなーと思って、緊張してるのかな。そうっていう感じがあって、で大鳥 CN ブルーです。皆さん私が挙げたファンカメ見てくれましたでしょうか。そうじゃん、今回ちょっとここら辺に撮れたんだね。あれかもしれないけど、そうこれがねまたちょっと撮っていいのかっていうかいや撮ってよかったんですけど、なんか CN ブルーが出てきて、多分みんなも初日だしわかんないからキャーって盛り上がってて、で多分4波もテンションがめちゃめちゃ上がってるから、なんかマイクで言ってたんだけど、多分マイクが近すぎたのか、音量がでかすぎたのかで、聞こえなかったんですよ。撮影 OK ですみたいな全然聞こえてなくて、でだからみんな全然カメラを出してなかったんですよ。でちょくちょく出してる人がいて、でみーたんもこれめっちゃみんなちょっと違法やっちゃってるってちょっと感じちゃったんですよ。一回勘違いしちゃったの。そう勘違いしてしまって、なんでかっていうとみーたんも本当に聞こえなかったからで、でもそれこそちょっと前の方のステージ寄りの人とか、柵寄りの人が結構見えたんですけど、柵寄りの人とかが撮っててもセキュリティの人が何も言ってなかったのよ。だからあれと思って、でミーターもちょっと撮ってて、で多分ミーターもちょっと周りから冷たい目で見られてた可能性はあるんですけどなんでね、ちょっとだからちょっとファンカメ見ると途中からだったりとかちょっと映像が結構乱れてたりとかするのはすっごい申し訳ないんですけど、一応ねそれででも後々4波がね撮影を大丈夫ですみたいな感じだったから、OK だったっていうことで許されてたんだなと思って、ちょっと安心しました。安心したね。はい、それであげられたもんね。そうあげられて、初日やっぱそれでちょっと撮れてなかった人も多いかなと思ったんで、ちょっと早めに私たちの YouTube の方でちょっと本当に簡単につなげただけなんですけど上げていただきました。見てください。はい、で CN がね今回のテーマが走り続けるっていうテーマですっごい走ってた。ガチの待って、夢に向かって走るのかと思ってステージ上の話だった。そう走り続けるっていうのが今回のシャトルライン CN パートの本当にそれでシャトルラインちょっと前回の武道館の公演の時にみーたんが FNC に言ったじゃないですか、マイクを両サイドに置いてくれと。両サイドにはなかった。でも結構曲がアレンジをかけてくれてて、感想がめっちゃ長かったの。だからジョンシーが結構来て女装いや女装じゃないけど結構来てくれてたの、センターステージというか、に来てくれてたから、すごい感想がすごい長く作られてたから、ちょっとこうジョンシーを見る時間もあって、そこはちょっと嬉しかった。でも引き続き両サイドマイクお願いいたします。はいっていう感じですね。いやでも CN はやっぱ良かったです。ロックな CN ブルーを宣伝してほしいっていうことなんで、ちょっと2日目ねみーたん行けてなくて撮影 OK か分かんないんですけど、ぜひね撮影 OK だった方はどんどん上げていただきたいなっていうふうに思います。はい。でこれがバンドパート。でもそうだ、あと本義と4波はソロステージがそれぞれ実はさすが2曲ずつぐらいだったかなあって、結構あるね。そうでそれのバックダンサーって言い方したらすごいあれなんだけど、それでねそれこそエンプレス&ワンのメンバーが後ろで踊ってたりとか、ピュアハーモニーのメンバーがちょっと踊ってたりっていうのが、そこはちょっと撮影ができなかったんで、もしかしたら公式からね後々ちょっともしかしたら上がるかもしれないけど、踊ってちょっとカーブで踊ってなんかその1曲踊ってメンバーが帰ってくる時に一応本人とかも「ありがとうねありがとうね、こまお」とか言って握手とかしながら、メンバーがこう去っていくみたいな想像できないんだけどって感じがあったりとかして、っていうのがバンドチームの感じですね。アイドルはエンプレス&ワンはどうだった？昨日なんかすごい湧いてたじゃん、帰りなんかやばい
そうでアイドルグループはすごい、うん今までキングダム見た今回キングダムが実は10周年なんですけど、おお、コロナがねあって2年ぐらい開催できてなかったのもあるんだけど、トータルで一応年数で言うと10周年なんですけど、で最初はやっぱアイドルグループもいなくて、でアイドルグループも出てきても、ファン層というかファンダムが、やっぱちょっと最初の頃は少なかったんだけど、今すごいの。もうミータンの周りもちろんCN のファンだったり FT のファンだったり N フラのファンの方もいっぱいいるんだけど、アイドルファンやばい。特にやっぱ SF9 がすごくて、しかも若いのよ、年齢当たり前なんですけど、でだからみんなその SF9 のペンライトガーって掲げて、で掛け声もすごい、やっぱアイドルなんで掛け声がすごいっていうのが、だから年々毎年行ってるから、すごい徐々にそのファンダムが大きくなってるのをすごい感じて、今回特に掛け声とかはすごいと思った。そうなんだ、もう成長してるんだね。いやすごい。あとなんかコラボで SF9 のメンバーと P1 ハーモニーのメンバーだったりとかでやるんだけど、やっぱその時にドカーンってこう湧くのよ、みんな。だからいやすごいなと思って、だからみんなちょっとバンドを FNC だとバンドをメインで追ってたから、アイドルグループって結構そのキングダムで曲を毎回聴いてっていう感じなんだけど、結構いい曲がいろいろSF9 だって P1 ハーモニーもあって、それはねよかった。よかったちょっとっていう感じだね。でエンプレザー1ですよ、我々。アリがボイプラもねちょっと見てたっていうことで、中村やばいちょっとX で映像見たんだけど、可愛くてかっこよかった。いやよかった。モコモコのやつ。そうでカムデンは結構やっぱ人気もあって、中村って叫んでるファンの人もやっぱいたりとかして、あとねブライアン、ちょっとミーターちょっとブライアンあれなんだけど、ブライアンねほんとミーターのこの手のひらサイズぐらいの顔顔ちっちゃそうやもんな。ちっちゃい、びっくりって感じ。どっち推しなのっていうか。いやもう2推し今なんかオーノンのミュージックビデオ見た時はもうブライアンと思ってたんだけど、本人見たらやばいと思った。いやみんな可愛いの。みんな可愛い。カムで来てるんだよ。そうでメンバーのマカヤくんっていう子が何人だろう。かっこいい。携帯で見てるんですけど、かっこいい。マカヤくんがいて、が緊張なのかパフォーマンス中笑ってないの。真顔で踊ってたってこと？なんか緊張なのかで、クールなのか？いや多分緊張だと思う。緊張ですごい表情カッチカチなのね。それもまた可愛いの。そう可愛いの可愛いの。そうなんかそれがねちょっと来年にはちょっと笑っててほしいなと思って。いや本当になんか他のメンバーは結構こうなんかカメラが来たらこうニコとか笑いたいとかこうカメラみたいにやってるんだけど、マカヤくんだけ本気でもうなんか誰かの後ろに抜かれててもう孫でかわいい。もう踊ってるからすごいなんか緊張してね、こんなめっちゃ真顔じゃないけど、なんかこうなんかちょっとなんだろう、そう引きずり笑いじゃないけど、そう緊張の笑いって感じでちょっとねそこは可愛かった。可愛かった。可愛かった。そこで落ちる人いるんじゃない？いやいるんじゃない。そうだよな。なんかそれはねめっちゃあったね。そうであと俳優組っていうのもいて、チョン・ヘイン君っていうと、あとローン君ってもともと SF9 のメンバーで、今年ね俳優業に専念したいってことで脱退をしたんだけど、その2人がね日本の曲を歌ったりとかして、あとドラマの OST ちょっと歌ったりっていう感じだけど、そうか確かに。チョン・ヘインさんがねちょっとリップシンク疑惑。リップシンクって何？音がもともと収録されてて口パクっていうか、1曲目が全力少年スキマスイ奏で君が大人になってだったと思うんだけど、確かごめんなさい奏でだったと思うんですけど、奏でを歌った時にちょっと口の動きとあれがちょっと違ったんですよ。あら。日本語の曲でしかも俳優さんだからでやっぱそこはしょうがないっていう、あとなんかイヤモニがねちょっと調子悪かったのがずっとイヤモニこう押さえてたんですよ。だからもしかしたらちょっとそこはあったかなっていう感じ、ちょっと疑惑がちょっとあって、他2曲ね尾崎豊さんの「I love you を」韓国語版があるらしくて、それをね歌ったりとかして歌ってた歌ってるという貴重なね、そう見るだけでもいいよね。そうあとコラボで言うとミーターが印象的だったのはカムデンだっ
ちと、あと FTR のドラムの、まあちょっとさっき言った先日離婚されたみなりくんが、チューチュートレインを踊るっていう。へえ。あ、そう。だから、しかもカムネが先頭で、マジ？そう、コラボの時って、そのセンターステージのど真ん中で大体終わるのね、ステージが。で、そこで立ったら一列に並んでて、急に、トゥートゥ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 回り始めて、へへみたいな。ここで LDH 挟むと思って。そうそうそう。そこはね、ちょっと、あれだった。そう。あ、ごめんなさい。あと、アイドルで言うと、チェリーブレッド抜けてた。ああ。そう、チェリーブレッドちゃんたちもめっちゃ可愛かった。心ちゃんおめでとう。いや、おめでとう。いや、ね、本当になんかちょっと見ながら涙しちゃった。なんかそのちょうどね X で心ちゃんがデビューしたのもちょっと見てたんですよ、発表されたっていうのだから、なんかよりなんか見てて、チェリーブレッドちゃんたちのパフォーマンス見てて、なんかここにもしかしたらいたかもしれないし、まあ新しいね、もちろん心ちゃんのミーアイとしての活動も応援したいんだけど、なんかいたかもしれないしなと思いながら、ちょっとチェリーブレッド頑張れと思いながら見てた。そうだよね。そう。いやーもう良かったよ。もうほんと来てないのが残念っていうぐらい。そうね。本当に。来たかったな。まあしょうがない。それぞれのね、推し活があったっていう。はい、優先順位がね。まあそれはしょうがないね。そう。いやっていう感じだね。ファンサは席はちょっと遠かったかもしれないけど、ファンサ系とかはなかったの？ファンサはね、やっぱちょっと遠かったっていうのがあって、やっぱなかなかなかったのと、そのさっき言ったミータの席がちょっと右側だったの。端っこで、端までちょっと来てくれる人があんまりいなくて、4話はすごいシャトルランで走ってたんですよ。シャトルラン走ってましたけど、来て、しかもね、4話の場合は降りてきてくれたの、ちょっとだけ。だからちょっと、私のファンカメ見てる人いると、一瞬なんか人がすごい映ってるんだけど、あれ、降りてきてて、それを追おうとしたんだけど、すぐ戻っちゃったからまた戻ってみたいな感じだったんですけど、映せなかったんですけど、まあその感じで降りてきてて、で、ただね、前回バンドキングダムの時にもちょっと言ったんだけど、最後にメンバーというかがこう降りてきて、こう、なんか来週ってわけじゃないけど、ちょっと回るみたいな。で、ミータのところまでは回ってこなかったのね。でも、ミータの席の真横が関係者席で親御さんだったりだとかが結構いらっしゃって、多分韓国から来られてた方もいるのかなと思って、韓国多分ハパユとか今多分日本メインで生活してるから、親御さんとか来てたりとか、アイドルバンドの元仲間だったりだとか、あとチェリーブレッドとか日本人メンバーもいるし、で来てて、でやっぱその親御さんたちが結構その回ってくる時にバーってこう前の方に寄ってって、でそこでやっぱ日本人メンバーの方とかが「あー」みたいな感じで「わー」みたいな感じで言ってて、それでちょっとだけ近くで見れたけど、まあ、ちょっとやっぱハイタッチとかはできる距離ではなかったかなっていう感じ。でステージ上でもちょっと頑張ってね、サンサとかこうハートとかやってたんだけど、やっぱちょっと遠かったのもあって、そうちょっとそこはもらえなかったなっていう感じ。席よね、全ては。まあ、席だよな、結構な。そう、いやーもうミータンね、今年これで推し活納めなんですよ。あー、そっかそっか、確かに。もういやー FNC やばいな。いやーなんかね、大体4時間5時間ぐらいやってたんですよ。ね、長いよね。ほぼノンストップでやったの。1組終わって、そしたらコラボがボンボンって出てきて、ノンストップでもう4時間5時間ぐらいずっと立ちっぱほぼでやってて、でまあ最初ね出てきた一番最初のオープニングの本気も言ってたんだけど、やっぱりアーティストが毎年どんどん増えてって、昔は FT と CN が大体1時間ちょっとぐらい持ち分があったんだけど、それがまあ今回結構減って、多分40分とか曲数も結構減ったのね。だからなんかそれはね、なんか、まあ、残念って言い方は違うと思うの。やっぱこんだけファミリーが大きくなってることはいいことだし、それってさ別に2つのバンドだけが減ってるわけじゃなくて、他のグループも減ってるわけだから、だからなんかちょっと残念だなって、もうちょっと聞きたい、他のグループアイドルも含めてもっと聞きたいなって気持ちもあるし、でも時間の制限はあるしっていうので、なんかちょっとなんか複雑な気持ち、なんかもうなんか昼からやればいいじゃんっていうもう12時ぐらいからやろうよみたいな、一組1時間ぐらい使おうよって思った。年末の忘年会みたいな昼からそう、もうなんだったらさ、なんかさ5時ぐらいになったら1回1時間の休憩でさ、みんなでさ、その CN が言ってたけどさ、スキヤパーティーかさバツヤパーティーみんなで配ってやればいいじゃん。確かにステージ上でみんなで牛丼食べればいいじゃん喋りながら。それでさ、食べながらみんなで食レポのあれを見ればいいじゃないどうっていうリアル食レポ。そう確かにいいねっていう感
感じで、うんまあそれがね、まあファミリーが増えることはいいことだし、まあバンドをねメインで見たいって方はバンドキングダムとかもあるからそっちで見てもいいしっていうの、まあ単独でもねそれぞれコンサートとかファンミもねこれからやると思うからそっちにもね、まあちょっとなんか惜しいな、もっと見たいなぐらいの気持ちがいいじゃん。もっとその、ファンじゃないけど、そうだねつなげるから、そういった意味でもまあ、こうちょっと、なんか、飴とムチじゃないけど、駆け引きというか、っていうのはあるから、ちょっとそこはね、どう捉えるか皆さん次第だけど、みーたんはそれでも良かったなって思う。やっぱいろんなコラボも見れるのもここだけだし、なんかこう、一同揃ってね、なんか、その中がさ、普段わかんないからさ、それも見れるのはいいかなと思ったんで、そこは良かった。しかも来年もね、バンドキングダムと多分今回の冬のキングダム両方多分やると思う。しかも CN もライブあるみたいです。宣言しました。あるよ、ありますって宣言してたんで、4班も。で、本義がね、バンドの方とこっちのキングダムやるって言ってたんで、ぜひ皆さん、興味がある方は行ってみてください。あとエンプレスのワン、ちょっと注目です、皆さん。追い始めるちょっと来年のファンミーティングみたいなちょっと気になってます。でもメインはボイスで。はい。で、ちょっとみーたん今回初日しか行けなくて、2日目あれなんですけど、2日目ぜひぜひ我々の動画見て、2日目こんなことあったよ、こんなこと言ってたよ、みたいなのがあれば、ぜひコメントで教えてください。じゃあ、また CN ブルーイベント参加したらレポしたいと思います。バイバイバイ。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。